ヤッホーとしきです。今回は霊竜内炭ドロ率アップと3章のおすすめ攻略8選ということで、3章に入って難易度をさらに緩和することができそうです。今回はこちらの感じで第3章のおすすめ攻略を8個まとめているので、動画が長くなりますが、タイムスタンプつけておきますので、好きなところから見ていってください。ちなみに今回はおまけで動画撮ってる途中に発見したこちら、ジャスト回避の発動条件が緩やかになるこちらの検証と入手方法も解説しています。この黒シーンは結構難しいよと思ってる方のサポートになるような情報になってると思いますので、よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。動画の前提としてこちら第3章の不死の大道というワープポイントを多用するので、まずはここまでの道のりを解説していきます。もうこのワープポイントを開放してある人はタイムスタンプで次に飛んじゃってください。この解説のスタートがこちら快活林というワープポイントなんですが、ここまで来るのにね結構あるんですね。ですがまあここまではずっと一本道で、こっから急にマップが広くなったりするので、ここまではずっと進んできてください。それではここからスタートします。基本的に簡単なんですけど、一応説明しておくといった感じですかね。着いたばっかりの人ってどこにあるかわかんないですもんね。まあ基本的にずっとまっすぐです。こっち行って右ですね。さっきのスタートのところの門のところに倒れてた遺体に話しかけるとサブクエもスタートするので、それも話しかけておくといいでしょう。こっちですね。ずーっとメインの道を進んでいく感じでしょうか。初めて来ると右の斜めあっちの方にでっかいね、巨人みたいなタイプの敵中モブがいるんですけど、あれ倒すと霊竜内炭ゲットしましたね。はい、到着しました。ここが不死の大道というワープポイントです。まずここを開放しておきましょう。はい、それでは早速、レアドロップ率アップの頭装備の入手やってみたいと思います。これやばいですよね。今画面に出ているこちらの頭装備、別方頭骨という名前の特級品です。そもそも防御力が30と、ここ第3章に到達した時点ではめちゃくちゃ破格な性能になっています。固有妙法で敵を倒した時の素材入手確率が少し上昇する。この素材というのがここの欄なんですが、ここの欄にしっかり霊竜内炭があるので、ここもねドロップ率アップの恩恵を受けることができます。これマジでやばいっすよね。前回の動画で紹介したこの霊竜内炭の周回についてですが、この後動画で検証結果もご説明しますが、かなりね体感でもドロップ率上がりました。これマジで必須項目かもしれません。このゲーム難しいなと思ってる人はぜひねこの装備つけて霊竜内炭周回してみてください。場所は先ほど解説したこちら不死の大道からスタートしていきます。この祠を見て左側に進んでいってください。割と近い距離にあります。ここを降りていって目の前階段ありますよね。あそこをずいずいと登っていきます。ちょいちょい敵いるのでお気をつけください。はい、目の前に門みたいのが見えてきたら右側ですね。はい、こちら、あそこの中モブから最初1回目倒すと確定ドロップします。結構簡単ですよね。その奥に炎が2つ置いてあると思うんですが、そこにね、最初壺があるんですね。そこに三等柱という回復アイテムの強化アイテムが入ってますので、忘れずに取っておいてください。
はい、倒しましたね。倒す時にこんな感じで武器が爆発するので、変化で倒すのが一番安全かなと思います。ぜひ倒してみてください。そのまま、霊竜ナイタンのドロップ率どのくらい変わったのか解説していきたいと思います。今回検証してきたのは、統計的優位な数字とは言えないんですが、300回ほどこいつを倒して、数字を出して検証してきました。はい、このような数字が出てきました。全部で300回、100回ずつ落ちた時の回数をメモってきました。例えば一番最初6回目で落ちたらそこで1回リセットして次そこから5回目、つまり11回目までに2個落ちたみたいな感じですね。そして結果から言うと300回中23個落ちた結果になりました。なので今回の結果ではだいたい 8% ぐらいのドロップ率になったということですね。前回の動画で体感 5% ぐらいのドロップ率だよっていう話をしましたが、おそらくプラス 3%。数字で見ると6回、5回、3回、4回と結構連続で落ちたりした割には41回沼にはまってる時とか46回落ちなかったみたいな時もあるので、割と振れ幅はあるんですが、もっとね400回、500回、1000回ぐらいまでいくとやっとギリギリ統計的な数字が出てくるんですが、まあ大体ここら辺に落ち着くと思います。8% から 10% かな。まあちょっと上振れて 10% いくかなといった感じ。それでも普通に戦っててマジで体感でもめっちゃ落ちるじゃんみたいな感じがあったので、ぜひねここで経験値稼ぎとかお金稼ぎ、そして霊竜内炭稼ぎをするときはまずはこの頭装備をゲットしてみましょう。でもちろんまだ第3章までいけてない人は頭装備なんか関係ないので、とりあえずここ周回してステータスを永続強化してみてください。3章の最強武器とも思えるというか今後も使っていけるこの槍の武器を紹介したいと思います。これマジでやばいです。まず攻撃力が75とかなり高めの数字になっていて、この第3章の隠しというかサブクエストをクリアすると作ることができます。固有妙法で軽魂の弱攻撃ですね、弱攻撃の連撃に槍術を取り入れて全ての仕込の技の威力を上昇させると書いてあります。でサムネにもあった通り、この後仕込がめちゃくちゃ強いよっていうコンボというか戦い方も解説するので、次のタイムスタンプも合わせてセットでご覧ください。槍術というのがこんな感じ、いや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 みたいな、こんなことができるんですね。でこれは仕込のスタイルと合わせるとこんな感じで、四角弱攻撃の途中に三角押して四角を押したまんまにするとこんな感じでずーっとスタミナが続く限りぐる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 っと連続攻撃することができます。これ DPS マジでやばいんですが、敵がねあんまりひるまないので、まあここぞという時に使う戦法だと思います。まあとりあえずねめちゃくちゃ使いやすいです。槍の入手方法を解説していきます。第3章の上から2番目のここの仮想というところに飛んできてください。まず最初にクエストラインを解説しておきます。この槍に関わる NPC の場所をご紹介します。その NPC とのイベントを進めるためには紫色の封印を解く必要があるので、その封印を解きにボスを倒します。封印を解いて NPC に話しかけたらキーアイテムが全部で4つ必要になります。でそのうち1つはこの封印を解くためのボスを倒した時点で1個手に入れてるので、これから3つのキーアイテムを集めに行きます。2つ目のキーアイテムはここの牢獄のボスを倒してください。2つ目のキーアイテムをゲットしましたらそのまま進んでいって次のエリアの不死の大道というワープポイントに飛んでください。そこのすぐ近くにキーアイテムが3つ目落ちています。また不死の大道に戻ってキーアイテム最後の4つ目はそこから少し進んだ先のボスを倒すとゲットできます。で4つのキーアイテムをゲットしたらここの仮想に戻ってきて NPC に渡してこの槍の鍛造をゲットですね。それでは1ステップ目、仮想の祠を背にしてまっすぐ順路を逆戻りしていってください。はい、こちらがこの監獄インペルダウンみたいなこの牢獄のスタート地点になっています。誰もがここからスタートするのでわからないということはないと思います。はい、ここからちょっと戻ってすぐ隣の牢獄ですね。ここに NPC がいます。とりあえず1回目話しかけておきましょう。で皆さんはまだここ紫の封印がついてると思いますので、それを解除しに行きがてら1つ目のキーアイテムをゲットしに行きます。続いてステップ2ですね、上層というワープポイントまで進んできてください。まあ普通にね一本道というか、まあ階段を登ってくればここにたどり着くと思います。
で、こっちの方から来るんですが、ここのね、下行けるんですね。で、すぐここにボスがいるので、倒しましょう。こいつを倒すと、キーアイテムの1つ目と、紫の封印を解くことができます。そんなに強くはないです。遠距離攻撃たくさんしてくるんですが、まあ普通に倒せると思います。ステップ3ですね。このような場所まで普通に上層から進んでいってくると、ここの牢獄のボスとここで戦うんですが、こいつを倒してください。ここもね、そんなに強くはなかったですね。これでキーアイテム2つ目ゲットです。続いてステップ4ですね。先ほどの不死の大道というところまで進んできてください。結構道のり長いんですけど、そんな強いボスもいなかったので普通に来れると思います。で、この祠を向いて右ちょっと、右後ろですねに進んでいってください。左の壁沿いに進んでいきましょう。そうするともう目の前、ここですね。ここにでっかいなんかボスっぽいやつがいるんですけど、ボスじゃないんですね。なんか倒れてるやつがいて、インタラクトするだけでキーアイテム3つ目ゲットすることができます。ステップ5、先ほどの不死の大道というワープポイントを越えていきましょう。まっすぐまっすぐ。まあ順路ですね。ここは順路だと思います。普通に右の斜めちょっと前に、進んでいきましょう。敵がちょこちょこ出てくるのでお気をつけください。で、はい、うちわ持ってる天狗みたいなやつめっちゃ強いんですよね。僕すごい苦手で気をつけてくださいね。このまままっすぐ進んでいきます。もう近いですね。目の前のこのお寺みたいなところでボス戦がありますね。多分まだ倒してない方は紫のビリビリみたいになってると思います。ここですね。ここのボスもね、そんなに強くはないんで、まあ普通に戦ってれば、ここまで来てる人だったら勝てるんじゃないかなと思います。はい、もうこの先ですね。ここでクエストアイテム4個目ゲットです。これで、牢獄に戻りましょう。はい、先ほどの牢獄まで戻ってきました。仮想のところですね。そして、封印を解いて中に入って、ここでまず変化ゲットですね。で、その後にこいつに話しかけると、この槍ゲットすることができますんで、マジで強いんでね、ぜひ皆さんゲットしてみてください。シコンのお手軽協力戦法をやってみたいと思います。このシコンね、ガチで強いです。前回の動画までは僕使ってなかったんですけど、この槍をゲットしたので、使ってみたらね、なんだこの強さってびっくりしましたね。まず基本モーションから解説していきます。今回槍を使ってもらいたいので、槍術を入れたバージョンでやってみたいと思います。普通のコンボを装備した場合でも使えるので、ぜひやってみてください。普通の通常攻撃がこんな感じになっていますね。はい、最終弾がちょっと長い感じがしますが、最終弾まで打ち尽くすってことはあんまりしないので大丈夫だと思います。で、このシコン何がやばいのかっていうと、まず普通に攻撃していて、途中で三角入れれば緊急回避ができるんですね。はい、で、これで普通に戦っていて、ここら辺ですぐ、距離を取る。そうするともう敵無防備ですよね。はい、こんな感じで。これやばくないですかね。この時はジャスト回避判定になって敵の攻撃をいなしてくれるんですね。はい、見えましたかね。こんな感じで、ジャスト回避判定がついてるので、めちゃくちゃやりやすいんですよ。まあ、狙ってやるのはなかなか難しいんですけど、距離を取るだけでもめちゃくちゃ戦いやすくなりますんで、すげえおすすめなんですね。そしてここからが僕が考えためちゃくちゃ強いコンボなんですけど、四角でまず1段目を出したらすぐ三角を押す。で、飛び抜いてすぐ四角を押して急接近する。その後すぐ三角を押してまた飛び抜くという、めちゃくちゃヒット&アウェイコンボをやってみます。四角を押してここら辺で、はい、こんな感じですね。はい、このコンボがずっとできるんですね。小型だったら、これ飛び抜いた後のすぐこの連続の時に必ず敵がひるむんですね。これだから一方的にはめることができるんですよ。で、これ最初ちょっとコンボが難しいんですけど、コツとしては、四角をして飛び抜きますよね。で、飛び抜いた後にすぐ四角を入力するんですね。そうするとこの攻撃になります。あの攻撃が始まった瞬間にもう三角を連打しといてください。はい、こんな感じになります。うまくいくとこんな感じになりまして、ずーっとやることができるんですね。ちなみに、四角と三角のコンボは、この応変というスキルを覚えないと使うことができません。はい、普通に四角を押して飛び抜いて、ここですぐ逃げる。はい、ここですぐ逃げる。このコンボですね。めちゃくちゃ強くないですか？これ小型の敵だったら、再度突進した時にひるむんで、マジではめることができるんですよね。やってみましょうかね。普通に四角を押して飛び抜いて、すぐここで三角を押しておく。もう火力も
も高いし、ダダダッと何段もヒットしてるの見えますよね。はい、攻撃して飛びのく。普通にこうやって使いやすいですよね。はい、飛びのく。こういうなんか近距離しか持ってない敵だったら、マジで安全に戦うことができるんですね。もちろんこれコンボで飛び抜いた後にチャージが溜まってるとこんなことができます。はい。そのまんま、こういう強攻撃に移ることができて敵ひるむんですよね。こんな感じで飛び抜いてすぐ、これもね、ジャスト回避判定後にもできますし、めちゃくちゃ使いやすいですね。はい。落ち着いて、敵の攻撃を見ながら三角を置くことが慣れてくればめっちゃ簡単になります。ただこれ注意点があって、右下のゲージご覧ください。このコンボをやっていると、四角三角だけでは混成ゲージたまらないんですよね。なので、これ道中で使えるって感じですかね。こちらが実際の戦闘での使い方ですね。飛び抜いた後からのチャージ攻撃。これがね、リーチ長いんですよね。で、攻撃が来そうになったら三角をして、またチャージ攻撃。これに慣れると普通に丸で回避するよりも攻撃していて三角を用意していて来たらはいこんな感じで避けるまたぶっ刺すみたいなこの使い方がねマジでかっこよくて強いんすよね。もう今僕これにハマっちゃってこれしかやってないっすね。マジで使いやすい。一応スキルを解説しておきます。この紫根とかそういう型とか関係なく武芸のこの弱攻撃の初段での相手に近づく距離が大きく増加するこちら直入っていうんですかね。これを2段階まで上げておいてください。そうすると突進攻撃がめちゃくちゃな飛距離になります。そしてこちらのスキルと同じように仕込んでもここですね。混成ゲージを消費するとしっかり体力回復してくれます。で、これはこの動画のようにチャージ中の攻撃だけではなく、こちら寸体尺進という敵の攻撃を四角弱攻撃のコンボから三角で避けた後に三角。この攻撃でもしっかり HP 回復できるんで、すごく便利ですよね。あとはもうね、いろいろ便利なことがめちゃくちゃ書いてあるんですよね。会心率が上がったりするものもあります。最大15段階まで会心率が短時間上がるっていう、これも結構使いやすそうですよね。やってみると四角を押して三角、ここで四角をずっと長押しする、これですね。結構隙がでかいんで、敵がダウンしてる時とか、使える部分が限られると思いますが、この間中ずっと会心率が上がってく最大15段階までなんで、いいっすよね。とにかく仕込んですね。槍とも組み合わせて使うとめちゃくちゃやりやすくなるんで、ぜひやってみてください。はい、緊急回避のできるコンパクの入手方法。こちら、福という名前になっていて、狐みたいな犬みたいなサブクエストをクリアするとゲットすることができます。新規消費、この変化するために必要なゲージの消費が少なめになっていて、すぐ溜まるんですね。で、ご覧のようにシュンと緊急回避することができて、割と何回も戦闘中に使える感じになっています。で、携帯効果に負傷すると体力が回復するとあるんですが、これがちょっと僕まだわからなくて、いろいろ試して検証したんですけど、いつ体力回復するのか、いまいちよくわかんないんで、知ってる方いたらコメントで教えてください。それでは実際に使ってみたいと思います。どんな感じになるのか。はい、敵が攻撃したらシュッと緊急回避することができると。これ結構便利じゃないですかね。で、今ゲージがない状態なんですけど、はい、右下ご覧ください。普通に倒すともう回復して使えるんですよね。これ結構便利じゃないですかね。1回のバトル中に使えないと、それはそれで困ってしまいますから、シューンとこんな感じ。ぶっちゃけね、他の変化の技の方が HP バーが別で表示されたりとかして、ボスとかのね、敵の猛攻を耐えることができたりするんで、そっちの方がいいよっていう人も多いと思いますが、バトル強にとっては、これすごい嬉しい技ですよね。はい、パリーなんかも組み合わせればマジで別のゲームになりそうです。それでは入手方法を解説していきます。サブクエストをクリアする必要があるんですが、クエストラインとしてはまず第3章のこちら快活林まで進んできてください。で、ここで NPC と会話した後に不死の大道からまっすぐ進んで、こちら3門までまっすぐ進んできてください。ここはそんなに遠くないです。で、こちら3門をまっすぐ進んでいって、ちょっと左斜めまっすぐといった方角に進んでいった建物の中でキーアイテムを使います。そうするとボス戦になるので、そいつを倒すとクリアです。その後ボスを倒して快活林に戻ってきて NPC と会話すると装備を1つもらうことができます。これはね、そんな特段必要な装備ではなかったです。はい、それではやっていきましょう。快活林からまっすぐ行って、もうすぐここですね。ここの遺体にインタラクトしてください。そうすると会話が始まって、狐に犬かな、狐か犬に変化することができます。この動物状態の時は敵に見つかる、もしくは攻撃を受けると解除されてしまいますが、ここでもらったキー
ーアイテムを使うといつでもまたその姿に変化することができます。でこのまんままっすぐずっと進んでいきましょう。続いて3問まで進んできてください。そうしましたら祠を向いてそのまままっすぐ順路に進んでいきます。この時点で動物に変化してもらっても大丈夫です。あそこに敵がいるんですが、左の方から回り込めばバレずに進むことができます。そのルートで行きますね。はい、こちらにまっすぐ進んでいって、とりあえずまっすぐ進んでいきます。ここら辺も敵いっぱいいるのでお気をつけください。開けた場所にたどり着いたら左の階段を登っていきましょう。ここの雷術師のおっちゃんマジめんどくさいんで気をつけてくださいね。でこういった感じの場所見えたらここを飛び降りていきましょう。ほいっと。はい、飛び降りましたらこちらまっすぐこの建物に入っていきます。ここも敵がめっちゃいるのでお気をつけください。階段を登っていきましょう。はい、敵いますね。で登ってで登ったら左ですね。でこちらの方に進んできてください。はい、で右に曲がってまっすぐ。もうそろそろ到着です。目の前のこちらの建物がゴールですね。はい、ここ雷術師がいるんですが、ボス戦の時はね邪魔してこないので倒さなくても大丈夫です。はい、ここにたどり着きましたらここにね NPC がいるはずなんですね。でここでさっきもらったキーアイテム筆みたいなやつを使いましょう。そうするとボス戦になるのでそいつを倒すとゲットすることができます。ではまた快活林に戻っていきましょう。はい、快活林に戻ってきてこの NPC と会話すると一連のクエストが終わります。その後ゲットできるのがこちら上級品白虎の筆という変化の持続時間が少し延長されるというアイテムです。あんまり使わないかな。一応収集要素としてね皆さんは取ってみてください。隠しバーサク砲術禁呪術を紹介していきたいと思います。こんな感じで全身が赤い光をまとった感じになるんですが、これがねめちゃくちゃ強いです。すごい使い方に癖はあるんですが攻撃の威力がアホほど高くなってすごい戦いやすくなるんですね。はい、ご覧のように右側攻撃力が134ととんでもないことになってますね。こちらが禁呪術の詳細になっています。簡単に言えばドラクエのマダンテみたいな感じで MP 全部使って全部攻撃力を上昇させるのに使うって感じですね。注意なのがこの持続時間中1回発動したらずっと発動しっぱなしなんですけど、砲術および宝具そして変化全て使用することができなくなってしまいます。アイテムは使えます。なので3章のラストボスとかもそうだったんですが、砲術特にこちらの低身術とか分身術とかが全然効かない敵にとってはもう攻撃力上げた方がいいので、こちらがすごく便利な感じになりますね。結構いろいろな便利なことが書いてあって、他の能力が使えなくなる代わりに状態異常解除する、ちょっと HP を回復する、全ての行動のスタミナ消費が減少する。あと気になるのはどのくらい攻撃力が上がるのって話ですね。僕の場合はデフォルトで40上がりました。そしてここの知力公共というところでここのレベルを上げると法力が攻撃力に変換される割合がわずかに上昇すると書いてあります。今これ1振ったら47増えている状態ですね。で書き方がちょっと微妙なんですが、法力が攻撃力に変換される割合と書いてあります。ということで僕の場合は今法力がマックスで多分340点ということだと思うんですけど、プレイヤーによって法力の上限が違いますから上がる攻撃力も異なってくると思います。元々の攻撃力が87となっているのでほぼ 1.5 倍になっています。攻撃力 1.5 倍はめっちゃ強いんですが、さすがにその強さと引き換えに制約と制約みたいなね制限があります。ご覧のようにちょっとでも法力 MP を使った状態だともう使えなくなってしまうんですね。MP がマックス状態の時のみ使える必殺技って感じになってます。実戦に行く前にこちらも合わせて見ておきます。一番下っすね。禁呪術を使用すると全ての体力を消費して会心率に変換される。これ覚えてみたいと思います。術を使う前の会心率が
が 7% になっています。はい、それでは使ってみたいと思います。どうなるのか。はい、ドーン。こう、スタミナ、全部なくなって、スタミナは回復してますね。はい、この状態で会心率がいくつになったのか、こちらです。ドン。はい、会心率 15%、プラス 8%。スタミナが上がれば上がるほど、この術の威力が上がるといったところでしょうか。これ結構強いっすね。それでは実際にダメージを見ていきたいと思います。まず術を使う前のノーマルな状態で、はい、106ですね。これで術を使ってみましょう。はい、それではいきます。プシュッと。はい、172、61ぐらいかな。60ぐらい増えましたかね。めっちゃ強いっすね。試しにこいつでも戦ってみますかね。おっと、逃げて。いやー、威力結構やばいっすね。結構やばい火力出てますね。959。結構やばいっすね。てか、あっという間に倒せちゃうな。めっちゃ強い。なんか落とした。瞬身の発動条件が緩やかになる。ジャスト回避緩和のゲットしました。やば。でもやっぱり今作って中モブ的なやつって、こういう頭装備、レアドロップするんですね。ちょっと楽しみが広がりました。しかも霊竜ナイタンゲットしとるやないかい。ということで、このバーサクの禁呪術の入手方法を解説した後に、先ほどの瞬身どのくらい緩和されるのか検証してみたいと思います。禁呪術の入手方法を解説していきます。区海というところの、こちら区海北岸まで進んできてください。クエストラインとしては、まず区海北岸から進んでいったところの NPC を助けます。その後、在行島の森というワープポイントまで進んできてください。ここの行き方は後で解説しますが、快活林からまっすぐ行くことができます。で、ここで NPC の前でとある作業をします。その後、スイカ畑というところまで進んでいって、これも行き方解説しますが、ここでボス戦、それをクリアするとゲットです。では、まず区海北岸から行きましょう。祠を背にしてまっすぐ進んでいってください。はい、ここで小さな竜の仙人みたいなやつを倒したと思います。そのまんままっすぐこの赤い門をくぐっていきましょう。はい、たどり着きましたら、この辺りで NPC が襲われてるので敵を倒しましょう。その後 NPC と会話してステップ2がクリアです。そうしましたら、あらかたストーリーを進めまして、こちら快活林まで進んできてください。その後こちら在行島の森というところへ進んでいきます。では快活林からスタートします。祠を背にしてまっすぐ順路を進んでいきましょう。はい、こちらの2つ目の門が見えて、赤い花が見えたら左に曲がってください。はい、ここが在行島の森というワープポイントです。はい、ここに来ましたら、背にしてこちらに進んでいきましょう。そうすると、すぐ近くに NPC がいます。先ほどの助けたやつですね。ここら辺に座ってると思います。寒い寒いと言ってるので、ここに来るまでに必ず皆さんゲットしてるであろう、こちら安心術を使って炎を出してあげてください。そうすると、ムービーが入って次に進みます。これでステップ3がクリアです。ちなみにこれは余談ですが、在行島の森というワープポイントから、こちらの
方角に進んでいくと便利なアイテムをゲットすることができます。はい、こんな感じの見た目の場所ですね。で、奥に植物が3つぐらい生えていて、一番奥のあそこの壺の近くだったかな、あそこら辺に生えてる草を引っこ抜こうとすると、なんかモブが出てくる時ありますよね。あれの大ボスみたいな親分みたいなやつが出てきて、倒すとこちら一口飲むと最大値の3割6分、あんまり体力は回復しないんだけど、その代わり法力ですね、 MP を少し回復するという超便利な回復瓶をゲットすることができます。これも欲しい方は取ってみてください。結構汎用性高いと思います。最後のステップです。快活林に戻ってきて、こちらスイカ畑に行くことになりますが、ここに行くまでにこちら無憂谷というワープポイントも開放できます。とりあえず快活林からスタートしてみます。ちょっと分かりにくいので動画の通りに進んでみてください。門が見えたらくぐらずに右に行ってください。このまんま参道を下っていきましょう。そしたら右に進んで橋を渡っていきましょう。で、ここのワープポイントを開放しておいてください。開放したら橋を戻ります。で、右に降りていきます。で、川が見えてくると思うんで、そのまんままっすぐ突っ切っていきましょう。はい、ここら辺まで来ましたら、ここですね。2つなんか灯火がもう置いてあって、降りてくださいと言わんばかりの崖なので、ここを降りていきます。ちょっと分かりづらいっすよね。はい、そしたら左ですね。ここの木の幹を伝って降りていきましょう。はい、そのまんまずいずいずいっと降りていくと、こちらがスイカ畑のワープポイントになっています。で、ここにたどり着いたら、もうこっちに行くとムービーが入って、なんとさっき助けた NPC がボスになって戦う羽目になって倒すと、この術をゲットできます。ぜひ取ってみてください。はい、それでは装備アクセサリーの枠を増加する方法、そして鍛冶屋の倒し方ということで、この後ろにいた虎が鍛冶屋となっていて、武器鍛造、装備鍛造、そして装備の昇級なんかもできたりします。そしてこの挑むを押して、こいつに勝つことができればアクセサリーの装備枠を増やして、さらに装備の鍛造を増やしてくれます。こういった黒金装備一式を作ることができるようになるので、混合術をよく使う方はこれ必須の装備になってきますかね。結構防御力も高い。で、装備枠というのがここですね。ここ結構重要な能力があったりして、装備すればする分だけ、例えば防御力を僕2つつけてるので難易度を下げれるんですね。そういったことができるんで、この3つ目の枠はかなり重要になっています。ただ問題なのが、この虎を倒すことが条件なんですね。で、この虎がめちゃくちゃ強いんですよ。なので今回はそもそもこういった場所に来る方法、クエストラインを紹介してから、こいつの倒し方を解説していきたいと思います。ちなみにここには今まで出会った NPC 回復薬を強化するやつ、そして能力を上げるやつ、全員集合してるので、とても便利な場所になっています。クエストラインとしてはとても簡単です。区海北岸まで進んできて、ここまで来ると絶対にちっちゃい竜の仙人みたいなやつと戦っていると思います。そいつを倒して会話するのがまず一つ目で、そいつと会話を行ったら第2章のステージのこちら穴蔵に飛んできてください。ここのステータス強化をしてくれる NPC に話すという選択肢を行うと、さっきの竜の仙人が欲しがっていた薬をゲットすることができます。区海北岸に戻ってきて、その竜に薬を渡すとクリアですね。ということで、ワープポイントの各エリアの一番上にこちら如意ヶ軸って読むんですかね。ここのエリアが開放されて NPC 全員集合という便利エリアになっています。ここからはこの虎の倒し方説明していくんですが、マジで強いです。先にあらかた解説しておきますが、まずこいつに挺身術は効きません。そして離れていても自分の場所までかなり追ってきて攻撃を連撃で行ってくるので、必ず攻撃モーションを覚えないと勝てません。しかも火力がバカ高い。なので今まで出してきた動画と同じく攻撃モーションを目で見て慣れてもらってから、そして解説に入りたいと思います。
。最初に言えるのは、攻撃モーションが終わったと見せかけて横殴りしてくるので、その後がチャンスです。まずは攻撃モーション見ていきましょう。これが一番わかりやすいんですが、叩きつけの攻撃の後、これ横分回しが1回挟むんですね。これ攻撃チャンスだと思いますよね。叩きつけてるんで、その後絶対これやってきて、横投げの後が攻撃チャンスです。これはまず最初に一番体に覚え込ませましょう。これマジ大事です。もう一回見ておきましょう。続いて敵が消える時があります。こうやって奥に消えた場合は自分の位置に必ず出現して特殊攻撃に派生してきます。つかみ攻撃みたいなやつですね。これは2種類ぐらいあって、奥に消えた場合は早く避けすぎてもダメなのでちょっと待ってから避けましょう。そしてこれがもう1種類目、木の葉が上に見えますかね。上に飛び上がった時は上から降ってきます。その後連撃が始まります。これが1、そして2で、この後同じモーションが続きます。ここが3回目で、その後に、赤い分回し攻撃ですね。最初の振りはダメージないので2回目を避けてみてください。もう1回見てみましょう。上に飛んできたら落ちてきます。その後このタイミングで来る。そして2回連続でこのちょっとディレイの横投げ、もう1回横投げ、その後に赤い分回し攻撃、1回目しかとして2回目避けてみてください。これは品質パターンの連撃です。1回目、2回目、そしてポンポンと避けて4、これで5、そして最後6連撃目、ここを避けたらちょっとした攻撃チャンスです。だいたいすぐ他の攻撃してくるので、ちょこっと攻撃を与えるかチャージ攻撃を与えていきましょう。ここがね6個って分かってればかなり戦いやすくなります。見てみましょう。これもよく出てきます。ブンブンブンって攻撃してからタックル1回、そして最後に叩きつけ、ここ攻撃チャンスかと思いきや横分回ししてくるので、この後が大チャンスです。横投げの後を狙ってみましょう。1、2、3、そして4、5と来た後に待って、ここからようやっと攻撃を開始してみてください。もう一回見てみましょう。そしてここまで見切ることができて HP が減ってきたら複合技をやってきます。飛び落ちてきてから違った攻撃をしてきます。その後ブンと攻撃してきて、ちょっと分かりづらいですが、ここまでの動きに慣れてきたらだいたい攻撃のタイミング分かると思いますので避けれると思います。一応見ておきましょう。上から飛んできます。あとは HP が減ってきたら炎の分回しの攻撃の後にもう一段やってきます。 HP が半分を切ったら注意してください。この後実際に倒した時の動画を置いておきますので、そっちの方が HP 半分切ってからの複合技は参考になると思うので、ゆっくり見て目で慣れてから戦えば難易度は下がると思います。頑張ってください。
Take this! Oh, so split! Down with might! Why did the dial? So split! And take this! Guile shall see!第3章の隠しの竜ボス攻略やってみたいと思います。ご覧のように飛竜砲城という攻撃力108の武器を作ることはできないんですけど、片方の素材をゲットすることができます。これは以前の動画で紹介した鱗みたいなキーアイテムを使って第1章の竜、そして第2章の竜を倒すと、こちらリンコン万竜という武器が作れるよとお話ししましたが、その先なんですね。で、第3章に竜が1匹いたということで、素材がもう1個ということは第4章にもおそらく1匹いると思いますんで、今回紹介する竜も倒す必要がありますんで、ここで倒しておいてしまいましょう。攻撃力108ってめっちゃ強いよね。それではそのボスの場所解説していきます。亀島というところまで進んできてください。というかめちゃくちゃ近いです。ここにたどり着いたら祠を向いて右斜めまっすぐに進んでいきましょう。今回はその竜の倒し方も解説していきます。はい、ちょっと見えてきましたら右に行きましょう。ここら辺でなんか念仏が聞こえると思うんですね。で、それがこの竜がいるよという目印だったようです。で、ここでなんか釣りしてるんですね。で、近づいたら普通にボス戦になるのでお気をつけください。それでは倒し方ですね、攻略していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。こんな感じで距離を取っていると飛び込んできてゆっくり降りてきて、この後が大チャンス攻撃です。距離を取ればあの攻撃を誘発することができるので、かなり戦いやすいといったところ。ただ注意点なのが、今雷エンチャントしてますよね、この竜。この一撃がねめちゃくちゃ痛いんですよ。火力がアホほど高いんで避けやすいんだけどミスが許されないといったコンテンツになっています。ただもう変化使ったり挺身術も効くので普通に戦っていれば倒せるんじゃないかなと思います。ミスっても回避ができなくても死んでしまうと思いますが、何回かやれば倒せると思うのでぜひ頑張って倒してみてください。はい、それでは急遽なんですが、先ほどゲットしたこちら平眼禅というジャスト回避の発動条件が緩やかになるやってみたいと思います。やってみるって言ってもジャスト回避って人によって感覚が違うんでちょっとわかんないですし、これ何回もやってるとそもそもジャスト回避できるようになっちゃうのでなかなか検証が難しいんですけど、はい、ここら辺で、でもやりやすいかもしれないですね。ちょっと緩くなってる感はあります。確かに。めちゃくちゃ殺意の高いこいつでやってみたいと思います。さあ、どうなるのか。攻撃せずにちょっと回避だけやってみますかね。人によって感覚が違うんだけど。お願いローリングでもしてみますかね。普通にローリングになっちゃうか。さあ、どうかな。どれぐらい、入るね。入りますね。いや、なかなかそんなちょっと難しいか。
でも今の結構分かりやすかったですよね。当たってなくても回避発動してましたね。ただまあこれ人の感覚にもよるんで難しいですよね。でもちょっとやりやすくなってる感はありますね、確かに。瞬身が発動するまでのフレームが緩和されるっていうことなんですかね。効果に書いてあるんで、判定緩やかになってるんだと思いますね。いや、でも一番の収穫は、こういう中モブ的なやつは、なんかレアな装備を落とす確率があるっていうことですよね。こいつは何を落とすのかちょっと楽しみですね。でもちょっとやりやすいかも、マジで。ちょっとやりやすいかも。やり込み勢に関してはね、こういうやつを倒したら何が落ちるのか、ちょっと検証してみるのも面白いっすね。はい、ということでいかがだったでしょうか。霊竜ナイタンドロ率アップと3章のおすすめ攻略8選でしたが、いや、この頭装備と槍ですよね。槍がめちゃくちゃ強いっすね。ぜひね、まだステータスアップが足りてないぜって人は、この頭装備ゲットして、どんどん霊竜ナイタンゲットしちゃってください。これからも黒神話悟空難しいと思ってる方のサポートになるような動画、どんどん出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。